はいどうもチートンです。今日はね石焼きビビンバを作るために有給を取って川に来ています。たまには有給取るのも悪くないですね。皆さんもね有給取って自然の中に飛び出してみてください。サワガニがいました。これマジでめちゃくちゃうまいんですよね。ちなみにサワガニがいるってことはそれなりに綺麗な川っていう証明ですね。お腹のふんどしが細く尖っているのでオスですね。ちょっと予定じゃなかったけどおつまみに持って帰りましょう。あ、いた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 。ほらほらほら、サワガニ、青いサワガニですね。サワガニの赤い色素っていうのはアスタキサンチンが主成分なんですけど、このサワガニはもともとアスタキサンチンを持たないので茹でても赤くなることはないはずです。後で素揚げにして観察してみましょう。なんとハリガネムシに寄生されたと思われるハラビロカマキリがいました。ハラビロカマキリはね、樹状性のあれこいつ胸赤じゃん。胸赤ハラビロカマキリ外来種です。こんなところにも胸赤いるのか。胸赤ハラビロカマキリは中国が原産だろうと言われていて、ハラビロカマキリと同じく樹状性のカマキリなんですけど、生息域が被るので胸赤が増えたところには日本在来種のハラビロカマキリが減ってきてるそうです。そしてね、樹状性のカマキリがこうやって水辺にいるということはハリガネムシに寄生されてキラキラ光る水面めがけて歩いてきた可能性があります。ということで恒例のね水につけてみたいと思います。入水。あまり嫌がることなく気持ちよさそうに使ってますね。果たしてお腹からハリガネムシは出てくるのか。お腹パンパンですからね、大量のハリガネムシが入っているかもしれません。あれ、ここにすでに穴が開いててハリガネムシはすでに脱出したのかもしれないですね。出るとこ見たかった。あ、これ見て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 、赤ちゃん抱いてる。かわいいかわいい。ごめんごめん、逃げちゃう逃げちゃう。赤ちゃんが逃げちゃう。青いサワガニの遺伝子がまた新たに生まれていました。これはメス。痛い。これはメスだね。ふんどしが大きいのでメスです。赤ちゃんを産んでもらうためにメスには帰ってもらいましょう。バイバーイ。突然の休暇を楽しんでるようです。なんか取れたの？あ、本当だ。小さい魚を捕まえてますね。なんだろう。かわいい。バイバイ。ごめんね、ありがとう。見えてる見えてる。これも青いサワガニですね。白と青のツートンカラー、綺麗ですね。このサワガニ好きだな。さあ挟んでみろ。お、そんなもんか。まあサワガニなんでぼちぼちですね。こうやって今サワガニを取ってますけど、サワガニにも漁業権がある場合があるので、皆さん取るときにはねその川の漁業権を調べてみてください。もし漁業権かかってなくても自然公園とかだとそもそも動植物の採取が禁止になっていたりするので、そういった点もね気をつけるようにしてください。ここの川はその点全部クリアしてます。くるみが落ちてました。鬼ぐるみですね。この殻の中に普段みんなが食べてるねくるみが入ってます。割ってみましょう。ここにちょうどいいまな板があったんでここにセットして、お、割れました。あ、いい感じに入ってるじゃん。これを取って普段皆さんが食べてるくるみの腎という部分です。いただきます。くるみというよりフルーツのようなすっごい香りがします。鬼ぐるみ食べてきた中でも初めてに近いレベルでうまい。待ってよ、めちゃくちゃうまいぞこれ。全部食べちゃうのもったいないんでこのくるみ持ち帰って育てます。くるみの種ゲット。鹿の爪痕がありました。やっぱ山の中だから鹿いるんですね。鹿がいるってことはヤマビルとかマダニもいる可能性があるので気をつけましょう。石焼きビビンバを作るならねこういう感じの石がいいですよね。これは砂岩といって砂が長い年月を経て岩石になったもので、例えばこっちにあったこの石は花崗岩といってマグマが地中深くでゆっくり冷えて固まった岩石です。石にもいろいろ種類があってそれぞれに特性があるんですけど、例えばこの花崗岩は耐熱温度が500度付近で繰り返し直火にかけるビビンバの器の素材としてはちょっと頼りないんですよね。マグマが冷えて固まった火成岩の中にも耐熱性が高いものはあるんですけどちょっと硬いんですよね。それに対してこの砂岩は耐熱温度が1000度もあってもともと砂粒の集合体なので削る加工がめちゃくちゃやりやすいんです。なので今日は砂岩を拾っていこうと思います。9月も中旬ですけどまだまだ暑いですね。気持ちいい。泳ぎたくなりますね。気持ちいい。川の石って何が何でも拾っちゃいけないと思ってる方も多いと思うんですけど、実は自然公園とか私有地などではない河原などでは自由使用の範囲で石を 1,2 個持ち帰っても特に問題はありません。ただ具体的にどういったケースで持ち帰っていいかとか何個までっていう法的な規定はないんですけど、だいたい問い合わせて返ってくる答えは常識の範囲内でと言われます。この河川敷もね以前問い合わせをした時に 1,2 個持ち帰る分には問題ないと言われているので、今回はビビンバに使えそうな石を1個だけ持ち帰りたいと思います。ということで砂岩を拾っていく。これ赤じそじゃん。こうやってクシュクシュってもんでね。これとかいいですね。これも砂岩ですね。なんか焚き火した跡があるけど、焚き火をして割れてないってことは直火向きですね。いい感じかもしれない。面積の小さい方を皿の下側にしてこっち側はね丸く削り込んでいってビビンバの石皿にしましょう。砂岩ゲットということで帰宅。石を削る場合は用途の中に御影石が入っているダイヤモンドカッターを使っていきましょう。早速削っていきます。
こんな感じの丸い穴を掘っていきたいんですけど、縦にこうやって何回も何回も削っていって丸く掘り込みたいと思います。しっかりね保護具をつけましょう。保護メガネだけではなくて粉塵がね肺に入ると非常に危険なのでマスクもしっかり着用してください。それではスイッチオン。めちゃくちゃ早い。あっという間に削れますね。数時間で皿ができるかもしれない。いい感じのくぼみができました。ちゃんと具材が入りそうです。めちゃくちゃ粉塵だらけです。保護具やらないと健康を害する可能性があるので、石を削るときは絶対に保護具をしましょう。ゴーグルとマスク絶対着用です。グラインダーの刃の部分を磨き用に変えてみました。これで中をきれいに整えてツルツルにしていこうと思います。いい出来です。凹凸がなくなって綺麗になりました。そしたらこれを紙やすりとかコンパウンドを使ってピッカピカにしていきたいと思います。磨き終わりました。最終的に耐水ペーパーの1000番で磨きました。結構ツルツルです。今濡れてるからピカピカだと思ってる人もいると思うんですけど、乾かしても多分ピカピカです。洗っていきましょう。洗って乾かしてきました。乾いてもこのツヤ感ですよ。綺麗ですね。これで石焼きビビンバの器ができたので、早速食材を取りに行こうと思うんですが、その前にこの器火をかけても割れないかどうか、さっき川で取ってきたサワガニを素揚げにして器の完成度を見ていきたいと思います。ということでサワガニを素揚げにしていきます。石皿を乗せてファイヤー。3分が経過しましたが、果たして熱くなっているのか。うわ、全然熱くない。あ、そこの方はちょっと熱くなってきましたね。熱いところとね熱くないところが分かれてるのが怖いんですけど、果たして大丈夫か。あまりにも温度の違う場所があると膨張率の違いでこの石皿が割れることがあるんですけど、それに耐えてくれるかどうかですね。あ、熱くなってきた。熱かった。でもなかなか熱くならないですね。熱しにくい分冷めにくい石焼きビビンバにぴったりなお皿が出来上がっています。熱々になってから油を入れると急冷されて割れる可能性があるので、もうこの辺りからね油入れておきましょう。自分が作った石皿がお鍋みたいに使えてるのが楽しいです。割り箸からも泡が出てきたんで、そろそろ火加減もいいでしょう。それではサワガニを入れていきましょう。いい感じ。危ない危ない危ない。元々の色より少し赤みを帯びたと思うんですけど、タンパク質と結合していたアスタキサンチンがタンパク質から離れることでアスタキサンチン本来の赤い色が発色しているということです。それではこのアスタキサンチンを持たないサワガニ、果たして赤くなるのか青いままなのか入れていきます。投入。自分が住んでいた川の石で素揚げになるサワガニたち。赤いサワガニはもうしっかり揚がったので火から揚げます。うまそう。いい感じ。そして何よりこの石の器が割れてないことが嬉しいですね。あ、熱々になってきてる。もうここまで熱くなってるのに割れないっていうのはいいですね。青い方のサワガニもだいぶ火が入ったんですけど、この通り赤くなっていません。もともとアスタキサンチンを持たないので茹でても赤くならないサワガニがいるんです。石の温度が何度になっているか測ってみましょう。197度、198度、200度いきました。すごい。200度いっても割れてません。よくできた。石焼きビビンバの器としては大成功ですね。青いサワガニも揚がりました。サワガニの素揚げが完成しました。石焼きビビンバの器も間違いなく完成しています。もう火は切ったんですけど、余熱でまだグツグツいっています。こんな感じで石の器の魅力は熱を蓄えるところにあります。熱々の石焼きビビンバを食べれるということですね。楽しみ。サワガニに塩を振ってで川の恵みに感謝していただきます。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 これだよこれ。美味しいね。うん、殻までしっかりサクサクだし、カニ味噌の旨味もブワッと広がりますね。めちゃくちゃうまいです。これビール欲しくなるね。いただきます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。まだ油がグツグツいってます。この石の器の熱を蓄える力はすごいですね。さあということで石の器が完成したので、ナムルにする食材を今から取りに行きましょう。ということで野草を取っていく。川に戻ってきました。ここで取っていくのはこれクレソンです。可愛い葉っぱです。クレソンはアブラナ科の植物で、和名はオランダガラシと言います。すごく風味が良くてね、からしって名前についている通りピリッと辛くて美味しい野草です。よくお肉料理とかに添えられていますね。口の中をさっぱりさせてくれるし、消化を助けてくれる働きもあるので、お肉料理にはもってこいの野草です。めちゃくちゃ美味しそうでしょう。
クレソンはね、栄養価が高いだけじゃなくて抗がん作用とか血栓予防など、僕のようなおじさんには嬉しい効果のあるね、もはやスーパーフードなんです。突然死につながる脳梗塞とか心筋梗塞ってあるじゃないですか。あれって血栓から生じる病気なんで、血栓予防のあるクレソンは僕らおじさんにとってはね、嬉しい食べ物なんです。あとね、自生してるクレソンは生で食べるのはおすすめしません。柑鉄っていう寄生虫が葉っぱの表面についてて、鹿などの動物に食べてもらう機会を待っているからです。それを僕たち人間が食べると胆管炎を起こしたり、発熱、吐き気、右腹部の激痛などを発症します。薬を飲んだり手術をすることで寄生虫を取り出すこともできるんですけど、寄生されないことの方が大事なんで、クレソンを触った後の手洗いとか加熱をすることで予防ができます。スーパーなどで売られてるね、管理されて栽培されてるクレソンについては寄生虫がついてないので生でも大丈夫です。クレソンをゲットしました。そしてあと水辺というか畑とかにもある雑草なんですけど、あったこれだ。はい、こちら皆さん分かりますかね。滑り比喩と言います。雑草ですね。雑草なんですけど、酸味とぬめりのある美味しい野草なんです。これもスーパーフードと言われていて、消炎作用があったりオメガ脂肪酸が豊富で、アトピーとかね、心臓疾患予防にもいいとされています。畑だとね、こんな感じで厄介な雑草扱いされていることもあるんですけど、フランスではプルピエと呼ばれる野菜で、サラダやおひたし、炒め物など広く利用されています。茹でて乾燥させるとね、生薬にもなるので、ただ抜いて捨てるのはもったいない雑草の一つです。まだまだどっかにあると思うんで、見つけたら持って帰りたいと思います。自宅に帰ってきました。どこにでも生えてますね、スベリヒユ。ちなみに今ここにスベリヒユによく似た毒草が紛れてます。これです。これ小錦草といって、これを食べると嘔吐、下痢、腹痛に悩まされる毒草なんです。スベリヒユとよく似た環境に生えてくるんで気をつけてください。スベリヒユと違って茎とか葉っぱに肉厚さがないので、見ればわかると思います。これは小錦草で毒草です。そしてここに生えてるこれがスベリヒユです。山形県ではヒョウと呼ばれて郷土料理にもなっています。もはやこれは野草ではなく野菜と言ってもいいレベルで世界中で食べられていますね。スベリヒユは多肉植物なので、他の雑草が乾燥で枯れてしまうようなところでも生き残ることができるので、結構いろんなところに生えてます。こんなところにも小錦草。皆さん間違えて小錦草を食べてお腹痛くしないようにしてください。これの白い汁が手についただけでもかぶれることがあるので気をつけてください。いっぱい取れたね。そしたら今度はね、ノビルですね。ここはね、僕が畑の一角にノビルを持ってきて植えた場所です。最初ね、これくらいの塊だったんですけど、ブワーっと横にどんどん広がってくれてます。ノビルはね、言わずと知れたネギの風味を持つ美味しい野草の一つです。地下に球根を持っていて、味噌をつけて食べたり茹でて酢味噌和えにすると美味しい野草です。よいしょ。こんな感じでね、球根を持っていてネギの風味の葉っぱを持っています。葉っぱをちぎると断面が三日月状の空洞になっているのでよくわかります。今回このノビルをナムルとキムチにしたいと思います。ノビルゲット。続いてニラです。これはスーパーでよく売られてますけど、野生下で生えてる場所も多いですね。河原の土手とか。ただ水仙と間違えて食中毒を起こす事例が後を絶たないので、取るたびにね、ニラの香りを確認しましょう。ここはね、庭の片隅なんですけど、自然映えしてきました。自然映えした後にね、バーッと広がってきたんで、時々水やりしてます。ニラゲット。あとタンポポ入れときましょう。タンポポはね、根っこから花まで全て食べられます。苦味のあるさっぱりとした味わいで、漢方的な側面も結構強いですね。タンポポを乾燥させたものは歩行栄光という漢方になって、胃を健康に保ったり母乳が出やすくなります。今回はね、葉っぱだけ採取してナムルにしていきたいと思います。このタンポポのね、爽やかな苦味が入ることによって味がキュッと締まると思います。タンポポの葉っぱゲット。クレソン、スベリヒユ、ノビル、ニラ、タンポポの葉っぱです。それではキムチとナムルを作っていきます。ということで早速調理していく。まずはね、キムチを作っていきましょう。キムチはつける時間があるので最初にね、仕込んでおきましょう。キムチにはノビルとニラを使いましょう。このぐらいのサイズに切って、そしたらニラもね、ナムルの分と分けてキムチにしていきます。いい香りだ。そしたらここにチートンキでお気に入りの竹林のキムチベースムーヒですね。そんじょそこらのキムチの素よりも旨味があってめちゃくちゃ美味しいです。水炊きのような鍋を作った時にお椀に取り分けた自分の具材にね、この竹林のムーヒを入れるとめちゃくちゃうまいです。このキムチの素はニンニクがすごくたっぷり入ってて、ほんと旨味が濃いんですよね。いい感じに混ざりました。おそらくね、調理終わるまでに1時間以上かかると思うので、冷蔵庫で寝かしておきます。キムチを寝かせてる間にナムルを作るために各食材を茹でていきましょう。ファイヤー。お湯に少々塩を入れます。各野草をさっと湯通ししていきます。まずはクレソン。クレソンはね、あんまり火を通すと香りが飛んじゃうので、さっと茹でるだけにしておきましょう。表面にいるかもしれない寄生虫は熱湯に入った瞬間に死滅してしまうので、もうこの程度で大丈夫です。クレソンはもうこれぐらいでいいでしょう。氷水にさらします。水気をギュッと絞って置いときましょう。続いてスベリヒユ。スベリヒユも生で食べられるんですけど、シュウ酸を含むので生で食べるとちょっとね、食べた後に口の中がえぐみというか
歯がキシキシしたりするので少し茹でた方がいいです。これも30秒から1分ぐらい茹でれば大丈夫です。シュウ酸はねカルシウムと結合しやすいので、鰹節とかと和えると体内に吸収されるのを防ぐことができます。このスベリヒユはね本当に酸味とぬめりが美味しくて、包丁でよくねガガガガガって叩いて鰹節とめんつゆで和えるとご飯のおかずにめちゃくちゃ合います。こんなもんでいいかな。そしたらこれもお湯から引き上げて冷水に入れます。そうそう、それとねさっきクレソンが入ってたこのボウルは一回ねしっかり洗っていきましょう。スベリヒユもしっかりね水気を切りましょう。ギュッギュッギュッ。スベリヒユ、続いてノビルを茹でていきます。いい色。ノビルはめちゃくちゃうまいですよね。はい、茹だちました。しっかりお水で締めておきましょう。続いてニラ、どんどん下茹でしていきます。ニラも茹だったんで取り出します。うまそう。しっかり水気を絞ります。最後にタンポポですね。タンポポは葉っぱが薄いんでこれもねさっと茹でます。ほんと20秒ぐらいですね。タンポポも冷水で冷ましておきます。水気を切りましょう。すべての野草の下茹でが終わりました。そしたらね食べやすいサイズに切ってナムルを作っていきましょう。まずはクレソン、これぐらいのサイズにね切ってちょっと味見いただきます。いい香り。やっぱ火通すとね辛みだいぶなくなりますね。クレソンは塩と生姜とごま油で味付けをしていきましょう。塩少々ね、生姜少々、それぞれ好みで入れてください。ナムルといえばごま油ですね。しっかりと和えましょう。めちゃくちゃいい香りです。しっかり混ざりました。ちょっと味見してみましょう。めちゃくちゃうまい。これだけでビール飲めますね。最高です。クレソンのナムルが完成しました。続いてスベリヒユのナムルを作っていきます。ごま油とニンニクと砂糖と醤油で和えていきます。スベリヒユの場合は水が出やすいので最初にごま油でコーティングをしておくといいです。ここにねいきなり塩を入れちゃうと漬物みたいにね水がスベリヒユから出てきてしまうので、最初にこうやってごま油でしっかりコーティングをしておくと水が出にくくなっていいです。ごま油でコーティングできたところにニンニク、これもお好みで入れてください。そして砂糖を入れると旨味を感じやすくなるのでおすすめです。そして最後に醤油、あまりね塩辛くならないように醤油を入れることによって塩気とねコクを感じるようになります。ほんとスベリヒユはねその辺に生えてるのに美味しい野草なのでぜひ皆さんね食べてみてください。しっかり和えました。ちょっと味見してみましょう。いただきますうまっ。めちゃくちゃうまい。歯ごたえシャキシャキで本当に美味しいですね。この味付けめちゃくちゃ合います。シュウ酸のえぐみもそんな感じないですね。美味しいです。これが0円で手に入るんだから野草採取はやめられません。ノビルとニンニクはね味似てるしナムルにする味付け一緒にするんでまとめてナムルにしちゃいましょう。ノビルとニラはごま油と塩と生姜で味付けをしていきます。とにかくナムルはねごま油ですから。塩少々、生姜もお好みで少々。そもそもがね美味しい食材なんでごま油と塩でいけちゃうぐらいなんですけど、ちょっとね生姜でアクセントをつけたいと思います美味しいだろ絶対。しっかり和えることができたんでちょっと味見をしてみたいと思います。いただきます。うめえ。もうこれだけでビール3本いけます。めちゃくちゃうまい。最高。そして最後にタンポポですね。タンポポは結構さっぱりした味わいで苦味があるので、その苦味をアクセントにしてみたくてビビンバに入れてみようと思います。タンポポのナムルはごま油、ニンニク、昆布だし、醤油で和えていきます。まずはごま油、昆布だしを入れます。ニンニクもお好みでちょっと香り付けにね醤油を垂らします。これもしっかり和えていきましょう。しっかり和えることができました。これもね味見してみましょう。いただきます。どちゃくそうめえなこれ。昆布だし入れたことによって旨味がすごいあるのと、そこにね最後苦味がくるんでなんというか大人の味ですね。これはいいアクセントになりそうです。めちゃくちゃうまい。ということでこれでナムルが揃いました。そしたら次にお肉の準備をしていきます。このお肉はね料金にうちの畑で採れたアライグマのお肉です。これをスライスして使っていきましょう。僕は罠猟の狩猟免許を持っているので畑や庭にやってくるアライグマを捕獲しています。アライグマは特定外来生物で農業被害、生態系被害、人的被害も出しているので、見た目はなんとなく可愛いんですけど結構腕力強かったり噛む力が強いので、もしアライグマを見つけても決して近づかないでください。もし向こうがね危害を加えてこなかったとしてもマダニがついていたり、腸内にはアライグマ海中という海外では死亡例もある寄生虫を持っていたり、膀胱つまりおしっこにはレプトスピラ菌という最近沖縄でも死亡例があった菌を持っていたり、口の中には狂犬病菌を持っている可能性があるので本当にアライグマには近づかない方がいいです。そんなお肉を食べることができるのかって思われる方もいると思うんですけど、衛生的に処理して加熱をすれば食べることができます。お肉自体は牛肉とラム肉の中間のような味わいで、美味しいアライグマは本当に美味しいです。最悪だ。洗ってきます。洗ってきました。アライグマのお肉が切れました。めちゃくちゃうまそうでしょ。アライグマのお肉ってね個体差もあるんですけど美味しいお肉は本当に美味しいです。混ぜて食べるので食べやすいようにね少し小さく切っておきます。
アライグマのお肉が切れました。今ねアライグマのお肉ちょっと味見してみたんですけど、ちょっと獣臭かったんでお酒で臭み抜きをしています。この後流水にさらしてさらに臭みを抜いてね焼いていきたいと思います。アライグマの臭み抜きが終わりました。そしたら味付けをまずしていきましょう。アライグマのお肉の味付けは砂糖、醤油、ごま油、ニンニクでやっていきます。まずはね醤油を加えます。醤油には臭みを消す効果があるので、こういう臭みのあるお肉の味付けとしてはもってこいです。これだけで美味しそう。そしてここに砂糖、ニンニク、ごま油を入れていきます。もうこれだけで美味しそう。もう獣臭はどこへやらめちゃくちゃ美味しそうな匂いです。そしたらこれをね炒めていきましょう。ファイヤー投入。うまそう、間違いなく美味しいやつ。ごま油とお肉のいい香り。ジビエなのでお肉の中心までしっかり火を通したいところですが、もう完全に火は入りました。アライグマのお肉も出来上がりました。これうまいでしょう。ちょっと味にいただきます。うまい。獣臭はなくなってますね。大丈夫大丈夫。お肉の旨味も少し残したまま、この甘辛の味付けが最高に合います。すべての食材が揃いました。石の器を温めていきます。ファイヤー。石皿にはごま油を入れておきます。こびりつきにくいように塗りたくっておきます。楽しみ。だいぶだいぶいい感じに温まってきました。果たして何度になっているのか。余裕の200度超え。もういいでしょう。油が燃えちゃう。器がね熱々になりました。木のまな板の上に乗せて土鍋で炊いたご飯を入れていきます。今年採れた新米です。うまそう。うわー、いい音。最高。そしてここに野草のナムルを入れていきます。うまそう。クレソン、ノビルとニラ、アクセントのタンポポですね。うまそう。そしてアライグマの甘辛お肉、そしてここに卵の黄身をのせたら、河原で採れた石とその辺で採れた野草とアライグマの石焼きビビンバの完成です。やっと出来上がりました。長かった。あっち。それでは大地の恵みに感謝していただきます。軍手をして食べていきます。聞こえますか、この音。あれだ、コチュジャン忘れてた。コチュジャン忘れてました。お好みでねコチュジャン入れておきましょう。はい、混ぜ混ぜ。うわー、うまそう。まずいわけがない。おこげができてます。すげえ。ひとまずこれぐらいで、じゃあこの辺をいただきますか。いただきます。うまっ。あっち、めちゃくちゃうまい。おこげが香ばしい。ナムルの味わいと風味が最高にマッチしますね。うめえ。これは贅沢すぎる。マジか、こんなにうまくなる。いや、ナムルがマジうまい。マジこれお店で出せる。店で食べるビビンバより絶対うまい。めちゃくちゃうまい。何これ、最高かよ。ほら、これがね香ばしいんですよ。最高にうまい。おこげとねアライグマのお肉とナムルがしっかり合わさったこの部分、いただきます。うめえ。アライグマのお肉もいい仕事してる。やっぱねこの若干のラムっぽさがこの野草たちと合いますね。めちゃくちゃうまい。まだお昼ですけど、このヨナヨナエールっていうビールを飲んでみたいと思います。いただきます。あんまり飲まないエールビールなんですけど、うまっ。すんごいフルーティーな香りがする。爽やかなんですけど味わい深くて美味しいです。いやー、最高すぎる。このノビルもね一緒にいただきましょう。いただきます。激うま。ヘイだな。いい匂いするね。あ、ジュクジュク言ってる。いただきます。めっちゃ美味しいじゃん。ちゃんとビビンバめっちゃ美味しい。お店で出てるやつだね。スプーン返してくれる？待って、もう一回食べていい？いいよ。超美味しい。お店出す？お店出せるレベルでこれマジでうまいよね。超美味しい。しかもお肉もアライグマっていうね、ちょっと目玉商品。ほら、美味しそう。パリッパリしてんの。ここまだジュージューいってる。あっか、うまっ。ずるいね。うまっ。はい、ということで石焼きビビンバマジで大成功しました。味も複数の野草のナムルによって複雑に深みがあってコクをものすごく感じます。またねアライグマのお肉もラムっぽさの香りがこの石焼きビビンバとめちゃくちゃマッチしてます。めちゃくちゃ美味しくできました。皆さんもぜひね雑草というか野草を集めてナムルを作って石焼きビビンバやってみてください。このね石皿を作るのはやっぱり大変なので、石皿はね購入するなどして自分でナムルを作って、お肉は牛肉でいいので作ってみてください。めちゃくちゃうまいです。それとね今気づいたんですけど、
けど、この縁からねビビビビビビビーと下まで一気に亀裂が入ってます。これ多分あと数回使ったら使えなくなると思います。なかなかずっと使える石皿を作るのは難しいかもしれないですね。はい、ということで今回の動画はここまで。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価ボタンを押して友達にも下の共有ボタンから共有してください。また次回の動画も見たいという方はぜひチャンネル登録お願いします。最悪です。ニラとノビルのキムチを入れ忘れてました。目の届かないところに置くとダメですね。ちょっと味見してみましょうか。いただきます。まっ、めちゃくちゃ美味しい。これだけでビールのあてに最高ですね。マジでうまい。せっかくなんでね、ビビンバに入れて食べてみましょう。ノビルが超うまい。いやー、なんで忘れてたんだろう。いただきます。うめえ、マジで美味しいです。めちゃくちゃうまい。こんなことある？最高にうまいです。うわー、最初から入れておけばよかった。ガチでうまい。めっちゃパワーみなぎってくる感じがします。いただきます。うますぎる。うますぎる。この複雑な旨味が口の中に残ってる間にこのビールでうまし。バイバイ。